静岡県南條です。今日ト君来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。もうなんかめっちゃ作業中から始まったんですけども、さあ準備してる間にもうこれ動画にしちゃおうと。今回何をしてるかと言いますとですね、ト君これ6年生の時の夏休みの工作ですね。ジオラマ作ったんですよ。でこれ電車もちゃんと走ってる。ちょっと待って、電車持ってくる。ほらほらこれ。加藤ね、むちゃくちゃ古い列車ですよこれ。でちゃんと綿つけてね。でこんなジオラマを作ったわけなんですけども、これをですね、今最新のジオラマ素材っていっぱい出てるじゃないですか。それを使ってやったらどこまでなんかリアルになるかっていうのをちょっとやってみようかなと。ここもう干からびてますけど、ライケンって言ってなんかもじゃもじゃしたやつですよね。昔これじゃないと森が表現できなかったとかね。もっとふさふさだったんですよ。これちゃんと木が隠れるぐらいまであったんですけど、27年前ですか。もうやばいな。やばいね。27年前のライケンがここにへばりついてる状態なので。昔、水表現といえばなんかろうそく溶かして流したりとかですね、やってたわけですよ。でここがあれですよ、浜田川から取ってきた石ですよ。こんな感じであんまり素材がジオラマ素材がなかったので、できうる限りのことをしてですね、小学校の先生に既製品ダメですって言ってなんかめっちゃ叱られるっていうね、ものすごい不名誉な、どこがこう見えるんですかみたいな感じでめちゃくちゃ言った記憶あるんですけどね。これ発泡スチロールですからね。これ買ってきたって言われてもっていう、そういう意味ではいいかそういう風に見えたということでね。なので今回はこれを使ってやっていきたいと思うんですけども、さすがに僕の力だけではっていうところなので、ジオラマに詳しい通称ナーさんを連れてきておりますので、ナーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ってな感じで強力な助っ人を経てのジオラマを作ってみるということで、今回お付き合いよろしくお願いします。ということで早速作業続き始めて。そうですね、そうですね。今こう型とか作ってるのよ。ほら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 、ね。はい、じゃあやっていきましょう。これ今何やってる感じですか？これはですね、ここに皮が入るわけですよ。だからここカットして、だから今ここほらほらほらここね、これこの皮のとこですよ。でこれをカットしていきゃいいんですね。まず皮の幅にそのまままっすぐカッターで切って、こう皮をね感じる。で今回の皮のポイントっていうのが、昔作ってたものは多分ろうを流し込んでる。そうろうそくを溶かして。今回はそういう流し込むっていう素材を使ってしまうと、例えばろうだと発泡スチロールの下が溶けてしまったりとか、このレジンっていうのを使うとレジンも温度が高くなって水底を全部石膏で固めてあげなきゃいけないとか、こぼれてしまうとちょっと危険だったりもするので、で今回ちょっと簡単なんだけど綺麗な水に見えるよっていう一つの表現の、テクニックとして、水底をベースで色を塗った上に水の部分のきらめきはプラバンと大波小波で表現してしまうというやり方を使うので、今回一番この下の今カッティングボードの部分が水底、さらにこの上にプラバンを貼る形にするので、ここの切り口があまりにもストーンって落ち込んでるとあんまり綺麗じゃないので、もし可能だったら無理しないで斜めに断面をこういう感じで入れていきますね。いやもうやると綺麗。可能です。可能です。可能である。可能です。よしよし。さすが。こう境界線を生むためにっていうことですね。でもそれはざっくりの方が本当に自然っぽく見えるので、もう大胆に。なるほどなるほど。こういう感じでもいいってことですね。なるほどなるほどなるほど。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと手首ひねっての分かったとっくん。本当ですか？撮るの伝わらない動画を作る地球道チャンネル。はい、完成しました。なんか本当確かに自然な感じが出ていい感じですね。ここお気に入りですわ。適当にやったのにめちゃくちゃいい感じですよ。ほらここ以上です。これ撮ります？撮ります。今ねこれねナーさんにやってもらってるんですけどなるほどね。これでこれで引いたらまっすぐゆっくりがいいですね。ゆっくりがいいですね。ゆっくりこう下に沿わせてこうしっかり。こういうなんか切り方もあるんだねって私は本当はめっちゃ綺麗。本当だ。これやっぱり真の先生はジオラママスターは特訓説美しい。
すごいいい感じ。なあさん楽しくて僕のやる分なくなった僕もやってみた。そうか申し訳ない。めちゃめちゃ楽しい。申し訳ない。すごい。いやそれすごいよ、体感してなんかめっちゃなあさんめっちゃ気持ちよさそうに切るから。いやでもできましたね。いやいいですね。縦に切る方はそうですね、縦に切るのはやってください。オッケーです、オッケーです。はい。以前出した紹介動画でこんな必殺技思いついときゃよかったね。カトン。いいね。なんかもう形ができたっすね。なんかいい感じですよ。なんか小学校の時とは全く違う作り方というか、なんかもう大人の設計図って感じがめちゃくちゃしますけども。でこれに肉付けをしていくっていう感じですね。スタイロフォームとかスチレンボードはこのスチロールのりでね、専用の、なんかなさんあれですよね、違う接着剤を使うと溶けちゃうこととかあったりするんですよね。たまに発熱するものだとすごい熱に弱いのでちょっと溶かしてしまうものもあったりするのと、まあ、しっかり止めるんだったらそんなに高いものでもないのでスチノリ1本持ってるとジオラマのベースにはおすすめですね。なるほど。で止めていきます。はい、OK です。じゃあ止まったんじゃないですかね。ここね、ちょっとグラグラするんで、こうちょっと爪楊枝なんかでグッと刺してね、取れないようにするっていうのがなあさん直伝。確かにこれ便利ですね。なるほどな。スーパー AX クリアで接着鏡です。よし、できた。ここがね、前回動画でも上げたんですけど、これシェーパーシートなんですけども、なんかこれ空洞のままでいいからここでしわくちゃにして、もう一気に山ができちゃうっていう。メキメキやってください。メキメキこうやって細かくして。いやこれ本当便利ですね。この硬さがね。硬さが。この上に石膏を塗ると大体はもうなだらかになってしまうので、あんまりそんなに神経質にならずに、形をね、どちらかというとこう段差とかを作りたいために細かくやってますよ。いやーなんかこう見てみるとなんかこうもうジオラマだね。いかに芯が大事かっていうのはね。でこれでこのまあ輪郭に沿わせてシェーパーシートをやっていくということで、中が結構空洞な部分が多いから止めることに集中しちゃうと押し込んでなんかありえない感じになっちゃうんですね。なるほどな。しかもこの夜が更けてきて3人でわちゃわちゃしてるのが楽しくて仕方がないっていういいな。OK。このジオラマを作るきっかけといえばですけども、これ最初オープニングで電車って言ってたんですけど、C50 の蒸気機関車ですね。これ洪水でうちの店が使った時にですね、おじいちゃんが引き上げたこの立橋と汽車2つね。でこれ2つがずっと土にほんと泥まみれになった状態で倉庫にあったので、おじいちゃんこれちょっと貸してよって言ってこの2つを持って、絵描いてなんかこういう風景だと似合うかなっていう、ちょうど自由研究で川の研究してましたのでなんかその川の雰囲気出せたらっていうので、でもう発泡酒作ってやったって、いろいろ思い出があって、でうちのおじいちゃんがもう土で埋もれたのが、こんな風にしてくれてよかったっていうんで、ずっと日光の当たるところで飾ってくれたのでみるみるとこうね来県が色あせていったんですけども、そうこれあれなのよ、僕が帰ってきた時におじいちゃんがしまってるのを出してくれて、捨てずに取っとってくれたんだみたいなね、思い出の品ではあるんですよ。これが新しくなるとはちょっと感慨深いですね。だから石膏作る時なんかコツみたいになったりするんですか？加藤の石膏の面白いところが、ここに書いてある通り2分ほど置いた後全体ゆっくりと1分2分かき混ぜますって書いてあるんですよ。で石膏って結構手早くやらなきゃいけないから、水入れたらすぐに混ぜなきゃいけないと思ってたんですけど、で疑ってたんですが
本当にうん置いて大丈夫っていう。粉の状態に水を入れてちょっと置いとくってことですか？ちょっと置いといて大丈夫です。でしばらく置いとくだけで、むしろ粉の状態で無理にかき混ぜて泡立てるよりもしっとりして混ぜられるので、かなり綺麗に混ざるようになるので、石膏だから急いでわーって混ぜるよりも、本当にこの加藤の石膏と、いわゆるホームセンターさんで売ってたりするものとか、その石膏の種類によってやっぱり乾燥の速さとかスピードが結構違うので、一概に石膏はこうやってやっていいですよとは言えないんですけど、結構びっくりしたのは本当に2分ぐらい置いてから混ぜていいよって、2分も石膏の勝負で2分置いていいのと思ったら、本当に大丈夫。で今回の場合は流し込みで岩を作っていきたいので、少し柔らかめで、ちょっとでも緩い系かな。大丈夫。今乾燥させたんですね。そうですね。はい。こんな感じで接着して乾いたのを見て、でちょっと休憩をね3人で取ってきたんですけど、戻ってきたらおおジオラマじゃんみたいなね、もうだいぶいい感じにできてるんじゃないかなと思います。でこっからはですよ、ここ今ちょっと浮いてるんですよね。ここにプラ板をね、言ったっけ言ってないか、こうプラ板を入れて顔表現をするんですね。いやしかし本当なんかコンクール前の部活みたいな部屋になってきてるね。ここねざっと見渡すとね、もうなんかもういろんなものが投げ捨ててあるというでもなんかこの感じ嫌いじゃないんですけど、はい、じゃあ皮ね行っていきたいと思います。今回ちょっと使うのはリアルにするために、水色の水ではなくて、少し皮の水ってグリーンだったりするので、薄いモスグリーンと深いところを示すダークグリーンの2色、ベースがライトブラウン、これを最初に塗ってからこの2色のグリーンを乗っけていくと。で深さを表現していきます。了解です。一回使う前に分離しちゃってるのでしっかり混ぜて。はい。勢いで作る規模のジオラマじゃないんですこんな徹夜覚悟みたいに一般の2日でジオラマ作りたいんですっていうノリで作るサイズではもともとない。軽く叱られてますね。確かに、呼び出して言う規模がでかいんだよって。せっかくだからジオラマの動画撮りましょうって言ってこのサイズとは聞いてないみたいな。じゃあライトブラウンが乾いたのでモスグリーン、明るい方の緑からですね。だんだん皮ってどこが一番深いかなっていうのを考えていった時に、一番浅いところはまだちょっと土気というか地面が見えますと。で少しどんどん深くなっていくことにどんどん濃い緑色になっていきますよっていうところで、大事なのは境界線がボケてること。よくあるのが筆を取ってじゃあそのまま一気に青い線で全部塗ってしまいましょうってやってしまうといきなり深いっていうことになってしまって綺麗ではないので、ぼんやりだんだん深くなっていく様をやるのにドライブラシのテクニックを使って境界線から少しずつ塗っていきます。塗っていくんですね。100均の化粧に使う筆、ほんのちょっとつけて、でこう色を落とす、なんかドライブラシですね。でなんかこすりつけるような感じでやる技ですよね。ヘアブラシでされる方もいます？ジオラマの。すごいやっぱりジオラマ鉄道模型のジオラマが上手な人はもうエアブラシで水の深さから川の流れをもうそのまんま表現できる方もいるんですけど、なかなかエアブラシみんな持ってるかっていうとまだ持ってなかったりとか、なんか筆の方がなんか味わい出そうな気もするんですけどね。まあでも自分の後微調整が効くっていうのがありますね。確かに。ちゃんとここ際にしないと急にこの皮がまた浅くなっちゃってるので、ちゃんとここまでのここなんかよくありがちな、私もやっちゃう。そうですそうです。いいんじゃないですか。
こなんかわざとねちょっとなんか浅めにしてますけど、まあ、それはそれでいいのかなという感じで至っております。それでは一番深いところですね、ダークグリーン、港からのダークグリーン使います、まあ、同じ要領でねやっていきます。もうちょいここいけますね。そうですね、この辺をこうで僕ぼかし担当みたいな上にぼかし担当して濃いところドーンと明らかに大丈夫です。ここはもう僕のトントン技術はリカバリー可能です。完全に学園祭。もう10時回ってるよみたいな、もうこれ明日だってみたいなね。南條くん早くテープ買ってきて。あと30分でホームセンター閉まっちゃうよみたいなね。いいな、大人になってもこういう経験ができるなんて幸せです。幸せ。ただこれで終わりではなくて、この上にプラ板を引いて、その上に水面の表現とか、あとは際にこうもうちょっと砂利を乗っけたりとかっていうことができる。一旦これがこう乾くまではベースとしては一旦これで、なるほど、ね、太陽の光でキラキラしてる感が出るってことですね。ここのね境界線がちょっと不自然な感じとか、あとここなんかもスチレンボードの境界線もろ分かりですからね、こういったところを、まあ、ごまかすじゃないですけどもね、こういうような小石を巻いていきたいと思います、モーリンさんの R ストーンナンバー541、こんな感じでそれ河原で拾ってきた石も全然使えるんですけど、必ず天日干しをしないとそこから水分とかでカビてきてしまってジオラマ台無しになっちゃったりすることがあるので、必ずお日様の下で干したりとか、あとよくあるのが自然の素材を使いたいのでって言って拾ってきた木の枝を使いたいとかっていう人もいるんですけど、それもやっぱりちゃんと処理してあげないと中から虫が出てきちゃったりとか。なんか石並べるとまたより感じが出てきますね、固定するためにバラストのりを上からかけていきます。なんかちょっと粘土があるような感じですね、まあもう本当に液体なんですけどね。このスポイトは水洗いしたらいいんですね。水洗いで大丈夫ですね。すごいね、僕スッていくねこれ、スッてスッて。あとは固まった後にそのツヤにならない、半ツヤ程度でしっかりテカテカにならないっていうところも。乾燥でどれくらいかかるんですか？乾燥は一晩は置いてほしいですね。はい、今これどういう状態になっているかと言いますと、今から石膏を流すので、まあ、それをガードするためにこう養生と紙で覆っている状態です、なのでここから覗いてもらうとちょっとこう浮いてるのが分かりますかね、さっき塗った感じで、この隙間で、その透明プラ板の上でこう波表現すると、この隙間があることによってこう光の入り方がね、美しく反射するので本物の川に見えるというようなからくりがね、ここに種が仕掛けられてるんですね、はい、では今から石膏を作るんですけども、ね、造形シート用ってね、シェーパーシート、造形シート用の石膏は硬化時間が長い。なんて言ったらいいんですかね。乾燥がいい。作業時間が長く取れるっていうところ、要は固まり始めるまでの時間がもうちょっと遅いので、遅いっていう表現が正しいですね。遅いのでじっくり固まりますと。その代わりしっかり固まるまでにやっぱ丸1日ぐらいは持ってねっていうところで、石膏もやっぱり種類があるので使い分けるっていうこと。これもまだ3人がかりです。深夜1時の石膏。もう1時になったんですか？もう1時ぐらいです。全然これからですね。明日7時半待ってますって言ってますか？戦場
じゃあこの絵からなんていうんですかね、パンしますからね。はい。いやもうね、何があったっていうぐらい散らかってるんですけども、なんとか完成しましたよ。いや本当にね、なんか物投げつけたのみたいなぐらいのいやまあでもこれで1日完走で待ちたいと思います。まあだからもうこれ完走時間で今回はね、今日はこれで終わりというところで、明日じゃあ皆さん7時半集合ということでよろしくお願いします。というわけでここで一旦切りましょうかね。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。まあ、どうしてこうなったっていう感じが皆さんのツッコミが聞こえるようですけども、面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。温かいコメント待ってます。頑張ります。